in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。前回の第112話の動画の中ではですね、最後の未完成エリア、ベッドルームの方が完成しました。ということでですね、めでたくキャンピングカー完成ということになりました。ねえ、長かったですね。実に3年と2ヶ月かかりました。仕事の合間にちょこちょこやってたんですけども、なかなかね、難しいですよね。しかも屋根のない場所でやってたんで、天候に思いっきり左右されるということでね、道具を出せば雨が降ってくる。で、片付ける。そしてまた道具を出したら雨が降ってくる。片付けるということをね、繰り返して、天気には本当ね、悩まされましたね。それでもまあ、なんとかね、完成までこぎつけることができました。ということでね、今回はその完成したキャンピングカーをすべてお見せしようということで、紹介動画になります。まずこの車はですね、トヨタのコースター XZB の40系というバスなんですね。で、それを購入しまして、前方が白で後方が赤。そして側面には企業さんの名前がうっすら残ってる。一応消してあったんですけども、日焼けしてですね、残ってるという状態でしたんで、塗装から始めたんですが、当初その赤い部分と企業さんの名前が残ってる部分だけ塗装しようと思ってね、塗装を始めたんですが、塗ってみると長い間日に焼けた部分と新しく塗装した部分って全然色が違うんですよ。それで追加でね、塗料を発注してまた前方の方も塗ったんですが、またそれがね、塗ったら全然色が違うということでですね、まあ多少色の差は出るっていうようなことは聞いてペンキ買ったんですけども、あまりにもね色が違うんで、塗料屋さんに言ったらですね、配合間違えてましたと。それでね、ペンキは送ってもらったんですけど、また一からですよ。足付けから。足付けってね、全部サンドペーパーで磨くんですね。もうほんと大変でした。それでね、塗装だけでもね、だいぶ時間かかりましたね。そこから内装へと移ってきまして、約3年弱かかってね、全てが完成しました。さあ、そしたらね、内装の方ご紹介していきたいと思います。そしたら車の紹介をしていきたいと思うんですが、この車のコンセプトの方はですね、もう展開をしないということですね。まあ以前のハイエースのキャンピングカーが全部展開をしなければならない構造になってたんですね。まあハイエース狭いのでね、ダイニングからベッドルームに、ベッドルームから料理をするときはキッチンのスタイルに、食事をするときはダイニングのスタイルにと展開をしていって初めて全部の機能が使えるという形だったんですが、キャンプ場でね、キャンプをしてるときには出かける前からベッド展開をして出かけていって、料理や食事、くつろぐのは全部車の外、タープですね。タープでくつろいで、寝るときだけ車の中で寝るというスタイルだったんで、何も苦はなかったんですけども、旅でそれを使うとなるとね、毎日何回も展開をしなければならないと。もう展開するだけでね、汗かいてしまうんで、シャワーを浴びてね、あとは寝るだけっていうところで車に戻ってもですね、そこからベッド展開をしてたら、また汗かいてね、何のためにシャワーを浴びてきたかわかんないというようなことにもよくなったのでね、今回は展開をしないスタイルにしたかったということで、展開をせずに全てのものが使えるようになってます。ダイネット、そしてキッチン、そしてベッドルーム、そしてシャワールーム兼トイレ、マルチルームですね。そして運転席はこんな感じになってます。そ
そしたらね、各場所、細かいところをいろいろご紹介していきたいと思います。一番最後に完成したというこのベッドルームの紹介からいきたいと思いますが、キャンピングカーのベッドの基準ですね。長さが1800、頭のてっぺんから足の先までね、そこが1800ミリ。そして幅が500ミリ。その空間の高さが足元は300ミリ。頭の方が500ミリの高さの空間が必要ですということになってます。そしてね、このベッド3人寝れそうなんですけども、実はその空間にすると3人分には満たない部分があります。それはこっち側の壁とこっち側の壁ですね。これがちょっと内側に入ってるので、少し上は1800という長さが取れてないんですね。どうやって1800の長さを取ってるかというと、これね、この窓のパネルが外れるようになってるんですよ。手で簡単にね。これを外した状態だと、高さ50センチまで両方ね、こっちもパネルが引っ張ったらね、これ外れるようになってるので、このガラスからこっちのガラスまで、これだったら1800という長さが確保できてるんですね。もうこの窓の幅っていうのがですね、実は1500ないんで、3人の就寝分の容積は取ることができませんでした。で、2人就寝ということで登録してます。ベッドの幅をね、この窓に合わせて少し狭い状態で作ればね、その分キッチンやダイネットの方が広くできたんじゃないかということなんですが、実はこのマットね、スプリングマットの一番小さいサイズなんです。もうこれ以上小さい幅の細いものっていうのがね、見つからなかったんですよ。探したんですけどね。これ幅が80センチ。そしてこれ長さ。一つが90センチですね。二つで180センチね。1800ミリという長さはぴったり。幅は80センチが最低というのしか見つからなかったんですね。で、やっぱりどうしてもね、スプリングマットを入れたかったんですね。やっぱりへたりにくいですし、やっぱり寝心地も全然違うんでね。旅をするとなると、毎日ここで寝るわけなんで、やっぱり寝心地っていうのをね、考えたらスプリングマットどうしても入れたかったんで、ベッドの幅を1600取りました。それで両端のね、窓の枠の部分も一応ベッドとしてあるので、窓の部分だけを登録要件が満たせるようにして、縁はそのまま登録要件を満たさないベッドの部分として作りました。壁にすることはできたんですが、このパネル方式にして外れるようにしたというのはですね、非常脱出口という意味もありまして、万が一ね、前方で火災が起こったとか、そういう時に脱出できる場所がないと困ってしまうので、左右ね、どちらもパネルを引っ張って外せば窓が開くという状態になっております。そしてベッドの下はトランクルーム、荷物を入れたりねするところになっております。で、この下の壁が電気設備のくっついている壁になります。そしてこのちょうど後輪のタイヤとタイヤの間に重たいものを集めて、この辺にバッテリーと水タンクが入ってます。そして上の方に行きますと、ここには家庭用のエアコン、霧ヶ峰がついてます。ダイキンのエアコンをつけようかと思ってたんですが、ダイキンのエアコンだと室外機がね、ちょっと大きくて、なかなか収めるのが難しいということだったので、一番室外機の小さい三菱のエアコンにしました。そしてここに見えてるのは、これはマックスファンですね。これマックスファンね、ベッドの真上につけたらすごく風が抜けてね、涼しく寝れるんで良かったんですけど、今日もこれ雨が降ってるんですけど、この雨音すごいでしょ。この雨の音がうるさくてですね、このパネル、これ中身はスタイロフォームなんですけど、これに革を貼り付けたもの、これをここにかぶせるとかなり音が低減できるんですね。これだったら全然大丈夫なんですけど、これがない時はね、うるさくてね、寝る時にね、やかましくてたまりませんでした。
ベッドのこの上、両サイドには棚ついてるんですけど、蓋をつける予定だったんですけど、いちいち開けるのもめんどくさいですし、バスケットをね、入れてるので、そんなに気にはならないなと。そしてね、キッチンの道具とかもね、ここにね、越境して入っちゃってるんですよね。収納スペースがちょっと狭いので、こっちにも入れないとね、足りないので、キッチンから手を伸ばしてね、いちいち蓋開けるのもめんどくさいっていうのが、実際使ってみてね、そういうことを感じたので、もう蓋をつけるのはやめました。天井には LED のダウンライト、それと間接照明。天井と棚の隙間ですね。両サイド入ってます。そしてこっち、窓の壁と棚の隙間にも間接照明を入れてます。これはもちろんね、調光することができます。このダウンライトもね、調光できますよ。これでこんな感じですね。間接照明の方の調光、こんな感じでね。そしてこれ風の吹き出し口、これはね、車の方のエアコン、ここまでダクトをつなげています。車を止めて後ろに来た時に、うわー暑いって言ってね、汗が吹き出すということがあるので、エアコンはね、後ろにも届くようにしております。壁は革張りにしてます。最後の最後までね、色を塗るか悩んだんですけど、最終的に革張りにしました。革張りの方がね、柔らかさもあって温かみも感じられていいんじゃないかなということでね、塗るよりも貼る方が簡単かなと思って革張りにしました。そしてベッドルームの方には枕元にコンセント設けてます。あとね、 USB をどっかにつけようかなと思ったんですけど、あんまりこのベッドルーム内にスマホを持ってくるっていうのが実際使ってみてね、なかったので、今のところつけてません。電気のスイッチはね、さっきもやってみましたけど、これ全部リモコンになってます。ベッドに入ってからね、あっちの電気消すの忘れとったっていうことになっても、ここで一括してね、全部消すことができます。布団はですね、エンベロープ型の寝袋になってるんですけど、寒かったら困るよねと思って二重になるシュラフを買ったんですけど、インナーしか使ってません。冬の寒い時でもね、車内がね、凍りつくほど寒くなるっていうことはないので、今のところ外側全く使ったことないんですよね。ちょっともったいなかったなっていう気がしております。はい。そしたら次、キッチン行きましょうか。本格的に料理ができるキッチンが欲しいなと。旅をするのが目的の車なんで、旅先に行くと朝食はまずここで作って食べることが多い。昼食は外で食べることが多いんですけど、夜は地元の美味しいお酒を買って、地元の食材を買って、ここで料理して食べる。そんなこともね、多かったりするので、料理が本格的にできるキッチンっていうことをコンセプトに作りました。ガスのコンロをつけようかと思ったんですが、やはりね、ガスを使うとなると安全上の問題ですよね。この狭い空間の中でね、火を使うことはできるだけ避けたいなと思ったので、フライパン振ることができないんですけど、2口の IH をつけました。両方で 1400W いけるので、料理できますね。家でもオーブン料理よくするので、オーブンは欲しいなと思ってたんで、オーブンがメインで使える電子レンジを選びました。一応250度まで上がるのでね、ピザとかもなんとか焼くことができます。そして料理ね、しようと思ったらこのオーブンを使いながら IH を使うっていうことができないとね、結構不便ですよね。で、1400W、こっちも 1450W だったかな。フルに使うと 3000W 必要になります。そして夏場なんかはもちろんエアコンかけてますよね。エアコンもピークで 1200W ぐらいいくんかな。全部で 4200-300W 必要なわけですよ。一気にね。冷蔵庫ももちろん動いてますし、給湯もあります。全部が同時にね、ピークで動くとちょっと電力足りなくなるんですけど、普通に使ってる分にはエアコンをかけながら、コンロで調理しながら、オーブンで何か焼いてるという状態でも電力が足りるという計算で 5kW のインバーターを積んでます。だから夏場でもね、エアコンをかけてる中で料理もできますし、一人が調理をしながらもう一人がシャワーを浴びるというようなね、使い方をしても大丈夫です。キッチン、あとはね、この辺は物入れ、鍋とか調理器具ね、そして
ここにも調理器具ですね。でここにはコーヒー関係。で、ここはね、FF ヒーターが入ってます。FF ヒーターはね、すごく重宝しますね。これは、軽油で暖房するようになってます。そしてこっちの引き出し。こっちの引き出しはね、シンクの排水があるので、ここはね、この字型になってるんですね。ここにも食材とかね、いろいろ入れてます。こっちは、ゴミ箱とか洗剤。こんだけね、入れるとこがあってもね、足りないですよね。で、上の棚にもね、食材や食器がいっぱい入ってます。こっちもね。ここには、換気扇。これすごいうるさいんですけど、すごいうるさいんですけど、調理する真上からね、吸い込んで外に排気するっていうのがあると、すごいいいですね。少々煙や湯気が立ってもね、車内にこもることがないんで、これはすごい重宝してます。うるさいのだけが難点です。そして窓の方はですね、ここ、アクリルが入ってて二重窓になってます。一応開くようになってます。これが車のガラスね。そしてこれを上げると二重窓。暑さ、寒さを遮るとともに結露の防止にもなってます。そしてさらにこれ断熱材入りのこの表面はアルミ複合板なんですけど、アルミ複合板の間に断熱材を挟み込んでて熱を遮断するようになってます。そしてこれを閉めとくと外からは見えないし、もうカーテンもいらないと。ブラインド代わりですね。こっちももちろんこれね、あります。作るの手間かかりましたけど、こういう風にしといてよかったですね。ここにもね、スイッチ。これリモコンなんでね、配線なしで必要なところにつけれるんですよ。後からね、ここにスイッチ欲しいなと思った時にすぐ追加できるので、これはすごい良かったですね。いちいち配線して壁にスイッチつけてもね、これ邪魔やなとか、ここにもスイッチ欲しかったなってことになると、すごいめんどくさいんで、電気のスイッチはね、リモコンで対応してます。これすごく便利でいいでしょ。ここの間接照明なんかも全部ここで。そしてシンクもね、大きいシンクを選びました。料理たくさんすると、鍋とかもね、洗わなきゃいけないんで、大きなものがいるだろうなということで、入る目いっぱいの大きさをつけてます。そして、これ、伸びるやつですね、シャワーがね。で、もちろん、水とお湯と両方出るようになってます。そしてこっちは洗剤ですね。このキッチンのシンクの前、いろんな電気のスイッチですね。これはバッテリーの残量。こっちが 12V 系のバッテリー。で、こっちが 48V 系のバッテリーの残量になってます。2系統のサブバッテリーがついてるんですね。照明とかは 12V、そして 48V のバッテリーは全ての電気を 100V に変換して使うようになってます。どうして 48V にしたかと言いますと、電気を同時に 5kW も使おうと思ったら、もちろん 12V のね、5kW のインバーターって売ってますよ。でも、12V で 5kW も電気を使おうと思ったら、500A とか流れる電線、バッテリーが必要になってきますよね。あんまり現実的ではないので、充電するときに 48V まで持ち上げて充電しておくと、今度使うとき 48V から 100V に変換するだけで済むので、電流は 5kW だったら 48V でだいたい 100A。100A だったら22スケぐらいの線でいけるし、48V から 100V にした方がすごく使いやすいし、効率がいいと思います。100V にするのは 48V 系のサブバッテリー回路で組んでます。12V。こっちは照明とか換気扇であるとか、ドライブレコーダーとか24時間ずっと電気を必要とするので、そういうものはこの 12V のサブバッテリー回路から取っています。FF ヒーター。これの電源とかもそうですね、12V からいってます。ウォーターポンプなんかも 12V からいってます。で、これが FF ヒーターの電源が入りました。電源ボタンを押して運転を開始してください。FF ヒーターの元電源。で、これが FF ヒーターのリモコンですね。で、これは床暖房。これ電気の床暖房なんですけど、これはね、すごく良かったですね。FF ヒーターだと暑すぎて、もうええわって切ることもあるんですけど、
この電気の床暖房ね、すごいいいです。床がね、暖かくてね、気持ちいいんですよ。床面積がすごい小さいじゃないですか、このキャンピングカーはね。この廊下部分と、あと、この大ネットの下、ここだけなんですよ、面積が。こんだけの面積のね、床暖房ってね、そんなに電気食わないんですよね。200ワット程度なんですよ。で、200ワット程度だったら、1日や2日つけてたってね、どっちゅうことないんですね。すごく気持ちのいい暖房だったんでね。これはほんとね、つけて正解でしたね。この辺のスイッチですね。これはウォーターポンプのスイッチ。これを入れると、水道の方が出るようになります。で、これを入れると同時にインジケーター。上が浄水。で、下がグレータンクの容量になってます。今、浄水が 25%、グレータンクが 1% 入ってるよということです。浄水が100リッター。で、グレータンクの方が60リッターになってます。この真ん中のスイッチ。これはシャワールームの排水ポンプの強制運転スイッチ。これを入れただけで、もちろんお湯も水も出て、シャワー浴びてて、排水ポンプは自動的に動いてね、グレータンクの方に水を流してくれるんですが、手動で排水ポンプを動かすときに、これを押すと、音聞こえるかな？グレータンクの方に水を流してくれます。キッチン周りで必要なものといえば冷蔵庫ですかね。助手席の背中とこの真ん中のドアの間ですね。ここに冷蔵庫を入れてます。これ130リッターぐらいの冷蔵庫だと思いますが、ここに扉が開かないようにロックをかけてます。で、冷蔵庫ですね。上がね。そして下は冷凍庫。下にもフックつけてます。やっぱりね、旅でね、使おうと思ったらね、これぐらいの容量欲しいですね。これでももうほんと、いつもギシギシいっぱいになるぐらい、そんな感じで使ってますけどね。小さい冷蔵庫だとね、ほんと、何も入れれないんでね、長期旅となると、やっぱり大型の冷蔵庫は必要ですね。冷蔵庫はね、一応、この側面とか背面、上下、その辺から熱がすごく出るので、熱を逃がしてやる必要があるんですね。側面もね、これ、塞いじゃうと熱が逃げないんで、ここ開けてます。そしてこっち、ほんとね、ちょっとしか隙間ないんですけど、一応隙間を開けてます。ぴったりくっつけてません。そして上、この棒はね、冷蔵庫を飛び上がらないように押さえつけてる棒なんですけど、ここね、これ裏の隙間と繋がってて、下から入った空気がずっと上がってきて、こう出てくるようにね、熱を逃がすようになってます。車のエアコンかけたときは、車のエアコンの風がね、ここ穴開いててね、ここからね、吹き出してくるんで、冷蔵庫の表面を冷やすようになってるんですよ。夏暑い時ってね、冷蔵庫って外が暑いと一生懸命頑張って冷やすじゃないですか。そしたら電力も消耗するんで、せっかく車走ってる時ってね、エアコンかけてるので、そのエアコンの風を冷蔵庫を助けるために、ここから出るようにしてます。これね、すごくいいですよ。そしてその冷蔵庫の上、ここはカメラとかね、入れてて、充電もこの中でできるように USB とコンセント、ここについてます。で、ここにも運転席に行く直前のところでね、照明のスイッチ、ここにもついてます。スイッチね、このドアからね、こう入ってきたとこの、ここにもね、スイッチつけてるんで、ここでもスイッチオンオフすることができます。扉の窓、ここはブラインドですね。このブラインドの、もちろん、開けることもできますし、こっちかな？これを引っ張ると、ちょっと今日は外が暗いんでね、外見えないですけど、これシースルーになってます。そして、これを上げると、全く外から見えない。中からも外が見えない。車内真っ暗にすることができます。この上ね、今、のれんをつけてるんですけど、チャンネルロゴ入りののれんを作ってつけました。ここね、タオル干すために、ここにハンガーつけたんですよ。このハンガーもともとなくて、マルチルームの中にタオルとか、こういった布巾とかね、干すようにしてたんですが、マルチルームの中だとね、臭くなるんで、この風通しのいいとこで干そうということで、これをつけたら、
これね、こうやってここに干してたら、扉開けたら、外から丸見えになっちゃうんですよね。タオルを干してあるというのが、あまりにも生活感があって嫌なので、タオル干してても、ドア開けた時に見えないようにのれんをつけました。だいぶね、これがあるのとないのとでね、見た感じが変わるんでね、これはすごいいいと思いますよ。で、使わない時はね、こうやって、このタオル干しの上に上げちゃいます。これでね、洗濯バサミで留めておけば落ちてきませんしね。入り口の冷蔵庫の下ですね。こっちは下駄箱になってます。靴とかね、掃除道具とか、出かける時に使う懐中電灯とかね、そういったものがこの中に収納されています。はい。そしたら次ダイネットスペース行きましょうか。対面の4人掛けのシートなんですけど、ここはね、乗車定員が全部取ることができませんでした。せっかく椅子があるんでね、乗車定員取れればいいかなと思ってたんですが、ベッドが就寝2人なので、6人までね、乗車定員取っても大丈夫なので、この4つのシートと運転席、助手席で6人乗車定員取ろうかなと思ったんですけど、自作の椅子で前向きシートっていうのはね、基準が厳しくてね、取るのは難しいですね。取れないことはないんでしょうけどね。そして、こっちの席は乗車定員取るのを諦めて、後ろ向きシートであれば簡単に乗車定員が取れるということで、こちらにだけこうやってね、シートベルトがついています。で、テーブルもね、これはもう固定のテーブル、もう展開しないというのがコンセプトなので、固定にしてあります。これは外すことはできません。こっちが足ないんですよ。よくね、ここにテーブルの足ついてるのでね、足の先打ったりとかしたら痛いじゃないですか。あれが嫌だったので、こっちに足をつけるのはやめようということでね、向こうだけで固定しています。そしてこのテーブルの下には、こちら側にはこれ 100V のコンセント、ここには USB、ここはね、急速充電できるタイプのやつがついてます。そして奥の方にもね、両側、ここにコンセントと USB ね。そしてこっち側にも USB とコンセントが来てますね。でね、ここにはね、隠し引き出しがあって、はい、こっちはカトラリーね。これはランチョンマット、こう向きですね。カトラリーもね、お箸置きから、フォークナイフと、ロングスプーンやら、スープスプーンやら、これはアイスクリームスプーンとかね、いろいろ揃っております。100均のやつだとね、ちょっとチャチいなっていう気がしたので、燕三条ですよ。いい食器で食べると美味しく食べられます。ほんまかいな。知らんけど。で、こっちはリモコンだとかね、電池だとか、ちょっとしたものですね。熊よけの爆竹も入ってます。はい。そしてね、こっちもブラインドね。こっちはこういうタイプのブラインドなんですけど、一回引くと閉まります。そしてこっち側はこれでシースルーね。ちょっと今日は雨なので外が暗いからあんまりよく見えませんけどね。椅子の下行きましょうか。クマさんのいていただきましょう。これ椅子の下ね、この前向きシートの中にはウォーターポンプ、それからアキュムレーターが入ってますね。浄水タンクがここにあるんで、ここから水を吸い出してポンプでね、そしてアキュムレーターを通して各シャワーとかキッチンとかに行ってます。ここに見えてるのは、これはシャワーパンの排水をポンプでグレータンクに送ってるホースですね。そしてこの空きスペースには鍋とかグラスとかがここに収まっております。このね、ポンプ、これはね、静かですね。ポンプってね、すごいやかましいんですけど、シーフロのポンプ、静かですね。他のポンプはね、すっごいやかましいんですよ。これ正解ですね。シーフロのポンプですね。このシートカバーもね、何年の素材を使ってですね、初めてのミシン作業をして作りました。頑張りましたよ。もうね、最初はね、糸通すにね、あれ1日かかったんかな。糸通すだけでそんだけかかったんですよ。小学校の時にはね、家庭科の授業でなんか、
やった覚えはあったんですけど、それ以来初めてだったもんでね、さっきのベッドルームのね、スプリングマットのカバーもそうです。これはね、相当苦労しました。そして今度はね、こっち、後ろ向きシートの中なんですけども、後ろ向きシートはね、これ、蝶つがいで蓋がくっついてます。っていうのは、これ蓋が取れると、乗車定員の椅子として見なされなくなるので、くっついてます。で、ここはね、荷物スペースになりました。ここは当初、車のね、ヒーターをつけるつもりで、ここにヒーターを持ってきてたんですけど、エアコンと違って暖房の場合は温めとかなくてもそんなに寒さを感じるものではないなということになりまして、ヒーターをここにつけるのをやめました。エアコンはね、どうしても後ろ冷やしとかないと暑ーってことになるんですけど、暖房はね、必要はないですね。後ろに来てから FF ヒーターつけたり、床暖房入れたりすることでね、全然大丈夫です。で、これはね、給湯器ですね。これはもう24時間、ここでお湯を沸かしております。ここからキッチンとシャワールームにお湯を送ってね、使うようになってますね。そしてここに見えてるのは、これはシャワーパンと洗面台の排水。ビルジータンクってちっちゃいタンクの中に、ビルジーポンプがついてるタンクがあるんですけど、そこに送ってます。それがね、床下についてるんですね。水が送られてくると自動的にスイッチが入って、グレータンクの方に排水を流す仕組みになっています。これね、椅子背の高さが高いんですよ。これの高さに合わせて椅子の高さを作ったんで、足が宙ぶらりんになるぐらい背が高いです。本当はもう10センチぐらいね、低くしたかったんですけど、それはね、なかなかできませんでしたね。これが目いっぱい低くした高さです。それでね、僕はまだなんとか足が届くんですけど、妻はね、足が全く届かないっていうことなんで、これを作りました。この台ね。これを足元に置いとけばちょうどいい感じやということで、これを置いて使っております。床の高さをね、台ネットの部分だけちょっと上げてもよかったんですけど、段差があるとね、小指を打ったりとかね、するのが嫌なんで、もうこれで対応していただくことにしました。天井の方に移っていくんですけども、これ戸棚がついてます。戸棚の中はね、こんな感じで必要なものを収めているんですけども、この下ね、こっちは普通のダウンライトね。で、これがテーブルの上をスポット的に照らすライトになってます。周りを消すと、このテーブルの上だけね、こうスポットでこんな感じですね。このね、テーブルのスポット、すごく正解。料理を並べるとね、めちゃめちゃ美味しそうに見えます。ワインを傾けるとかね、ブランデーを飲むとか、そういった時にも雰囲気良くなりますよ、このスポットがあるとね。ここはこのリモコンです。ここにもね、壁と棚の隙間と、それと天井ね、隙間に間接照明全部入ってます。あと、大ネットはご紹介するのはこれかな？石の壁です。何年素材ばっかり探してたんですけど、なかなかいいものないんですよね。それで見つけたのがこれ、天然石です。石なのでね、何年もクソもないんですよね。これ表面石で、石を FRP の樹脂で固めたものです。FRP も何年素材と認められてますし、石は当然燃えませんから何年です。これ照明取る必要ありません。ものすごく薄くね、スライスされた石を固めてあるので、重くもないですし、そして見た目この天然の石なんでね、いいですね。見栄えも綺麗。これは正解だったなと思います。入り口から入った真正面、マルチルームの入り口あるんですけど、この壁ね、ここにもこの天然石を貼っております。そしてこの上と下にもね、間接照明入れてるんで、見栄えよくできてるんじゃないでしょうか。ここのスイッチはね、リモコンじゃないんですけど、タッチセンサーで、こっちが照明、こっちが換気扇。マルチルームの換気扇がね、すごいうるさいんですよね。で、ここは調光はありません。もう明るいままです。で、これ扉ね。このマルチルームのね、こだわりポイントの一つがこれなんですけど、ここにもパッキン。そして、こっちの内側ね、パッキン。そして、この内側にはさらにパッキン。扉の表面はアルミ複合板。こういう風にすることでね、シャワーカーテンいらず。
シャワーカーテンをね、するのがすごい嫌だったんで、水を思いっきりかけても外に漏れないドアを作ろうということでね、頑張りました。これを作るために大阪のキャンピングカーショーを見に行ったりとかね、いろいろしたんですけど、最終的にお風呂とかその辺の扉を参考にしてね、考えました。水滴が入っていっても、お風呂の内側に落ちるようにね、考えて作りました。で、このシャワーパンもね、全部自分で作ったんですよ。この下はね、コンパネ。その上に FRP を貼って、磨いて、綺麗にして塗装してね。で、この排水口も薄型のね、排水口を探してつけました。そしてここの洗面台ね、トイレの跡とか、ちょっと顔洗ったり歯磨いたりするの用の洗面台が欲しかったので、こっちに洗面台をつけました。これはラップ式のトイレです。防水のカバーを考えなければいけないなと思ってはいるんですけど、とりあえずビニールかぶせとけばね、なんとかなるので、シャワーもね、そんなにしょっちゅう使うものではないんで、今のところこんな感じでやっております。で、これ電源はここに防水コネクターをつけてるのでね、水がかかっても大丈夫です。これね、タオル掛け。でもここにね、タオルかけてたらね、臭くなるんですよね。だからちょっとあんまり使ってはないんですけど、ちょっとかけるのにね、濡れたものをかけたりするときに便利です。そしてここがさっきの換気扇ね。ここには外と同じ LED のダウンライトがついてます。で、このシャワールームのこのシャワーのね、こだわりポイント。これが水道の蛇口とこのシャワーが別々になってると、このシャワーのヘッドをここにかけてるときに水道を出そうとして頭から水をかぶってしまうということを避けたかったので、あえてこのシャワーのこれが1個しかついてない。それで先でこの水道とシャワーを切り替えができる。こういうものを探しました。これだったらね、もう間違えないんで、頭から水をかぶることもないと思います。で、もちろんお湯と水が出ます。ここがトイレットペーパーとかね、ラップ式トイレの凝固剤、そういったもの。シャワーの排水の髪の毛流さなくするやつ。で、これはね、アルミの複合板表面ついてて、水が中に入りにくい構造に考えました。ここ、溝掘ったりね。で、垂れてきた水は、ここ、中に入らないように段差をつけたりね。一応考えて作りました。これ、鏡ね、ここに、扉に鏡つけるのはね、正解でしたね。どうしてもね、姿見がないとね、チャック開いてないよな。OK ね。はい。そういうのを見たりね、するのに、このね、姿見は結構重宝しますよ、これ。そして運転席側に行くと、こっちの壁ね、この辺の壁も全部革張り。ベッドルームと同じやつですね。で、ここが運転席の背もたれの下なんですけど、この下にラップ式トイレが収まるようにしてあります。これさっきの足置き台ね。これは助手席でも重宝するそうです。そしてこれがハンバーガー台と呼んでる台でございます。ここ引き出しね、前からティッシュが出るようになってて、この引き出しね、中に物が入るようになっています。そしてドリンクホルダーね。これね、寸法間違えて、ちょっとこの真ん中の穴がね、左に寄っちゃいました。ご愛嬌ということで。で、ここにももちろん USB6 個、それとコンセントがね、3つついてます。で、こっちに来てもね、後ろの電気消し忘れたっていうことになるんで、ここにもリモコン置いてあります。これで、後ろの電気ね、全部消すこともできますし、つけることもできます。まあ、キャンピング設備としては、そんなとこですかね。はい、これで大体ね、キャンピング設備の方のね、紹介はできたかなと思います。まあね、ほんと、3年と2ヶ月かかっちゃいましたけど、いろいろありました。もうほんと大変なことね、何度もありましたけど、なんとかね、ここまでこぎつけました。使っていくうちに、あそこがこうだとか、ここがどうだとか、出てくるんだと思いますけどね。もうすでに何箇所かね、出てきて、出直ししたりとかしたところもありますし、
作ってる最中にもね、完成はしてなくても、北海道一周行ったりとか、九州の旅に出たりとか、もうすでに稼働してるんで、そういう部分が出てきてね、変更した点や追加した点、改良した点など、いろいろあるんですけど、これからもね、旅をするたびに進化していくんじゃないかと楽しみにしております。またね、総集編とかね、そういうこともやっていきたいなと思ってますので、ぜひ見ていただければ幸いかなと思っております。これからね、キャンピングカーを作ってやろうかななんて思ってる方のね、参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。